皆さんこんにちは。こちらはオーラ VA40 です。発売は1989年。当時の値段は14万4900円だったようです。オーラは89年に設立されたイギリスのオーディオメーカーです。当時は大きくて重いものほど音が良いとされていましたが、それと正反対の商品です。薄型軽量で鏡のように光沢のあるパネルが特徴でした。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。10万円を超えるアンプですが、重さが 4.2 キロしかありません。フォノイコライザーを搭載していました。ダンピングファクターが不明です。これは測定で明らかにしていきます。これと関連するモデルに次がありました。どれも10万円を超える高額商品でした。物量を重視した製品とは正反対のコンセプトで設計されています。大きくて重いものほど良いとされていた時代に登場したこれらのアンプは衝撃的でした。24年に発売されたリバースモデルは同じコンセプトを現代によみがえらせた商品です。今回ご紹介するのはオーラの1号機 VA40 です。このモデルは中古でしたので状態を確認します。電源が入りません。このままでは音の検証ができないので修理します。本体を分解して電源が入らない原因を調べます。高価な割にスカスカの中身です。フォノイコライザーの回路に低雑音のオペアンプが使われています。アンプにとって重要なボリュームコントロールに安い部品が使われています。プロテクションリレーがありません。パワー素子の出力はフィルターを介してスピーカー端子につながっています。スピーカー端子にスイッチドとダイレクトの2種類があります。スイッチドの方はヘッドホン端子にプラグを差し込むと切れる仕組みです。電源回路にトロイダルトランスが使われています。電源回路のヒューズが切れています。まずはこれを交換します。
もう片方も切れているようです。サーモカメラで温度を見ながら慎重に電圧を上げていきます。この作業が一番緊張します。100V まで問題なくいけました。このアンプにはプロテクションリレーがついていません。おそらく出力端子をショートさせたのでしょう。音が出るようになったので接点の状態を確認します。ボリュームにガリはありません。セレクターの状態も良好です。これは密閉に近いケースのおかげでしょう。このままでも使えますが、趣味のアイテムには物の価値があります。現状では物の価値が低いので、新品の状態まで復元します。よく見るとポジドライブです。気がつきませんでしたが、最初に外したネジもポジドライブでした。専用のビットを使って分解を進めます。シャーシについている部品をすべて取り外します。ここはスポンジが貼り付けてあったようです。劣化したスポンジを取り除きます。この板はパワー素子の放熱板です。アルミでできているようです。
シャーシにこびりついているスポンジを取り除きます。シャーシの材質もアルミのようです。メンテナンスが必要な部品を取り外します。少し錆びていますが、それほどひどくありません。薬と超音波で錆を落として専用オイルで仕上げます。ボリュームノブに傷がついています。同じ色を作って補修します。
シャーシを磨いて元の輝きを復元します。端子の錆を落として専用オイルで仕上げます。ビスを洗浄して錆止めをコーティングします。スポンジの代わりにサーマルパッドを貼ります。元通り組み立てていきます。
このアンプには調整するところがありません。元通り音が出るか確認します。次回はこのアンプを測定してオーラの性能を明らかにします。